はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらの5からアラーラを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、先週末のスタンダードチャレンジにおいて、土曜に優勝、日曜も準優勝を果たして話題沸騰中のデッキですね。こちらのデッキ、キイチゴの使い魔と執念の特目が出たことによって成立したものになっています。詳しく説明すると、アラーラへの進行は場に出た時にマナ総量が4以下の土地でないカードが2枚追放されるまでライブラリを追放していき、そのうち1枚を踏み倒し、もう1枚を手札に加えるカードになっているのですが、2マナ以下のカードがキイチゴの使い魔ともう1枚だけということで、キイチゴの使い魔が確定で当たるようになっていて、さらに出来事カードはこの挙動だとマナコストが重くても出来事面を唱えることができるので、5マナで7マナの初めてのお使いを唱えることができるというデッキになっています。さらに初めてのお使いは7枚切削後、その中からクリーチャーかエンチャントか土地を場に出すことができるので、群れの渡り以外の全ての6、7マナ域のカードを場に出せるという感じですね。さらにこのデッキの面白いところは、アラーラへの進行経由でボスの冒涜者がめくれた場合、冒涜者の能力で7マナのカードを追放することによって、アラーラへの進行を即ひっくり返すことができて、さらにアドバンテージを取っていくことができますね。BO3 で10マッチほど回してみたんですが、青くないデッキに対してはめっぽう強くて、逆に青いデッキに対してはビッグアクションしかないので、普通のランプ以上にきついなという印象でした。これから研究がされていくと思いますので、競技でも見ることになりそうなデッキですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手。土地3枚やって、アラーラへの進行もあるということで、割といいハンドですね。あとは、土地をもう2枚引いていくことができるかどうか。相手もこれは、ランプかもしれないですね。これはランプですね。ランプ対アラーラはね、アラーラの方がちょっとだけ早いんで、多分 B 売りくらいはある気はしますね。さあ、まずは肉体ぐらいを置いていく。使い魔をマナクリとして置いてっていうプランも取れるんですが、ランプって意外と除去が多いんで、普通に7マナとして唱えていくのに取っておくのもいいかなと。さあ、ここはメインで、胸のあたりを捨てていく。メインで捨てたことによって、このターン白マナはないという状況。ただこちらも何もすることがないので、そのままターンを渡していきましょう。さあ、そして、5マナ目を引いているので、次のターンにはアラーラへの進行を出すことができると。さあ、相手はゼンディカへの進行から土地を伸ばしていく。これで相手は次のターンには、7マナアクションを取れるんですが、こちらもおっと得たり引いてしまう。さあ、まずは進行していきましょう。アラーラから、確定で、キイチゴの使い魔が当たっていくと。さあ、そして、初めてのお使いを、これは冒涜者ですね。冒涜者を持ってきてからの、7マナスペルを追放。そして、7個カウンターを取り除いて進行速ひっくり返す。相手の土地を追放しますかね。どっちがいいかな。ジアトラか、ジェットミアの方がいいか。白マナがないんで、ジェットミアを破壊していきましょう。さて、で、肉体ぐらいをコピー。ただこれ33のコピーになってしまうんで、そして3つカウンターを乗せて6点パンチをしていく。さあ、これが、このアラーラデッキの動きですね。5マナでこれができるっていうのが、もうとんでもないですよね。さあ、土地を破壊したことによって、相手は、7マナのアクションも取れず、殴っていきましょう。ただ、1点足りない状況。一応、開始のターンにその、太陽効果とか打たれたとしても、7マナアクションが、手札に大量にあるということで、いけるのではないかなと。さあ、7マナ目を引いたが、ここはタップイン。ここでトヨタ。GG。さあ、ということで、サイドボーディングなんですが、基本的にこのデッキのサイドは合ってないようなものですね。対ランプということで、カニをカウンターとして入れていくんですが、抜くカードがね、そんなにないということで、こんな感じでいきます。さあ、1本目勝って2試合目。
まあ、キープしてもいいですが、基本的に対ランプは、まあ、5ターン目にアラーラを打っていきたいという感じではありますね。まあ、現状アラーラはないため、まあ、引けるかどうか。さあ、アトラクサと冒涜者を引いてしまっている。カニはいいですね。まあ、重たいカードが多いんで、使い魔をマナクリとして出していきましょう。まあ、アラーラを引けなかった場合は、まあ、普通にね、7マナを目指すことになるため。さあ、相手は踏み歩くもので、マナ加速をしていく。まあ、ランプとの違いは、こちらには、ランパン手段がほぼないっていうことですね。まあ、基本的には、この使い魔で1マナを加速していくことぐらいしかできないという。さて、メインで群れの渡り。さあ、ここは島を持ってくる。カウンターがあるのかどうか。さあ、こちらも、群れの渡りを捨てていきましょう。さて、まあ基本的には赤赤か、黒黒を確保していきたいという感じですね。さあ、ただここ青黒ランドを引く。ちょっと何もできないターンが続きますね。まあこの使い魔を出している場合だと、アラーラを引いた場合、4ターン目にね、打てるっていう、まあメリットがあるんですが。さあ、ここ相手も構えてくる。冒涜者出してもいいんですが、なんともですね。その冒涜者って、7マナのカードを追放することによって、まあ相手のアトラクサとかもね、普通に除去ることができるんで、まあ一旦カウンター構えていきますか。さあ、コツか。これはまあ戻してもいいですね。ちょっと土地が余ってるんで。さあ、2マナ使って、沼を捨てて、手札に戻していく。まあ、結構このカード面白いですよね。序盤はマナクリとして使って、で、後半は手札に戻して、7マナで使い回せると。束縛使う。まあ、束縛を使わせる分には全然いいかなと。さて、まあ、2-2交換ではあるんですが、まあ、こっちの方がやや有利な気はしますね。さあ、ということで、ここも、タップインをしていく。まあ、一旦カウンターと、除去を構えて、で、次のターンこれアトラクサー出せるんで、最低6マナ目。ここも何もなし。動きづらいですね。こっちからあんまり動きたくないんで、相手がビッグアクションを取った開始にこっちも動いていきましょう。まあ明らかに何かを持ってるような感じはありますよね。待てよ。歩くものは除去っていく。というかこれカウンターでもよかったな。現状その青マナがないんで、いやこれカウンターするか。まあちょっとちぐはぐにはなってしまいますが、まあ前2回の進行は場に出てても別に大丈夫なんで、まあ実質カウンターしてるようなもんですね。さあ、青マナがない状態でアトラクサを出していく。まあ束縛とかは持ってる可能性はありますが、まあアトラクサは出たらもう仕事をするんで。プレンズウォーカー、群れの渡り、全部取れますね。土地と、冒涜者、特目。はい。さあ、5枚アドバンテージを取っていく。まあ相手からしたらね、多分、はい。束縛で追放したいカードってめちゃくちゃ多いと思うんで、まあ、1、2枚取られるぐらいだったら、7マナがないのか。まあ、一旦、どうかな。ルーカーから行くかな。群れの渡りもいいんですけど、群れの渡りは太陽効果とか持たれてた場合がめんどくさいですね。さあ、ということで、ルーカから33トークンを出していく。まあ次のターンあたり、執念の特目とか、7マナで出しても全然いいですね。さあ、群れの渡りから7マナ目を持ってくる。まあ次のターンあたりから相手もビッグアクションを取ってくると。力戦いいですね。力戦で、まあ力戦を追放することによってアトラクサもまた戻ってくるので。さてどうするかな。
クリーチャーが特にいないですが、まあ、特目出しておきましょう。まあ、暇なターンなんで。さあ、ここは、どうしてくるか。まずはアトラクサ。うん。アトラクサは追放はできるんですが、さあ、後続。力戦がとりあえず見れている。力戦太陽効果。大天使、ゼンリカ。うん。これどうするかな。アトラクサを持ってくるか、特目を持ってくるかなんですけど、後々強いのは特目なんですよね。特目をとりあえず持ってくるか。さあ、これで、まあ毎ターン、どんどんとね、クリーチャーをどっちから出し直すことができると。まあ一旦、踏み歩くものをもらっていきましょう。さて、そして、アトラクサは冒涜者で除去っていく。で、まあ、冒涜者で、除去ることによって、また特目でね、相手のアトラクサを釣り上げることができるんで、強いですよね。そして相手は、まあ、太陽効果も捨ててきてるということで、まあ、ここはもう、並べていきましょう。さて、どうだ。まあ、結構有利な盤面ですが、さあ、ここはエターリ。ランプミラーはね、エターリ強いですよね。アトラクサいたアトラクサから、で、こっちもその、アラーラへの進行が追放されているため、はい。まあ、ただ相手はそのシナジーがないから、これ何がめくれるんだ。コツカはあるか。コツカが出てくる。はい。これは何を追放するかな。冒涜者か、プレンズウォーカーか。冒涜者。うん。さて。アラーラへの最短強いっすよね。そしてさらにエターリが見えている。結構、まあランプミラーっぽい熱い試合になりますね。さあ、さらにカバンを出していく。さて、どうするかな。まあ、とりあえず相手のアトラクサもらえるんで、アトラクサで見てから考えましょう。でも、太陽効果捨てる。太陽効果なんか持たれてた方がきつい感じはありますが。束縛引く。エターリもあるのは偉い。お、さらにアラーラの進行もある。いいですね。土地はミレックスもらっとくか。さて、カウンターも引く。まあ割と有利な盤面ですが、アトラクサはとりあえず除去っていきますか。さあ、冒涜者出して、7マナカードを追放して、アトラクサは除去っていくと。で、エターリは束縛で、まあ追放できるんで、さらにルーカでトークンを出して、このターンには勝てんからな。このターンにエターリ追放して殴ってもっていう感じかな。まあ、相手もう1枚エターリ持ってるんで、次の相手のアクション見てから、束縛打って勝ちに行くっていう感じでいいかなと。次のターンであれば勝てますね、多分。ここで心が折れる。GG。さあ、やっていきます。こちら後手。まあ、キープしていいハンドですね。除去あって、3マナ目まであって、アラーライもあると。まあ、割と何相手でも、しっかりと回していけるような、ハンドかなと。さあ、相手は赤白。ボロスアグロか。ボロス結構きつそうな感じはしますね。さらに、こちら後手。さて、即走から、そっちか。ナヤトークンかな、これは。一旦、まあ、ソーサリー除去を使っていきましょう。さあ、即走は除去って2点ゲインをしていくと。ただ、こっち、あれですね。全体除去が一切入っていないので、並べられるとちょっときつそうな印象ではありますが。さあ、ここは無謀なる衝動で、土地はない状況。もっとこっちも土地は引かない。これはもう群れの渡り打っていくしかないですね。うん。さあ、群れの渡りから、島を持ってきましょう。まあ、とりあえず、
5色揃えるのが優先。まあ、ただ相手、追放領域に土地がないので、まあ、このターンにピアナラーからトークンを2体3体出すっていう動きはできないですね。さあ、ここも土地はなし。うん。まあ、このデッキね、まあ、コピーのまんまだったらあれなんですけど、土地がめちゃくちゃ少ないため、結構土地詰まること多いですね。さあ、執念の特目で、即走も除去っていく。で、群れの渡りからこれもう次のターン、アラーラへの進行確定なので、まあさすがにメインは取っていけそうですね。さあ、さらに無謀なる衝動。土地なし。うん。まあまあまあ、これは、そのまま、しっかりと勝っていきましょう。なんかトークンに関しては、ランプの方が多分有利取れるんで、アラーラ型は、まあメイン取れるのはありがたいですね。さあ、進行から、ここで投了と、じじ。デッキの都合上、そんなにね、入れたいカードないんですけど、ライフゲイン手段が欲しいんで、まあ、アトラクサ入れていきましょう。まあ、何抜くか、悩ましいですが、まあ、ルーカが一番、使いづらそうなんで、ルーカ1枚抜いて、まあ、これでいきますか。さて。これは、まあ、キープしてもいいかな。ちょっと、不安要素ありますが、アトラクサがアラーラだったら、まあだいぶいいハンドだったんですが、まあキープしますか。一応序盤に打てる除去が2枚あるということで。さあまずは、おっと、エターリ引いてくる。ちょっと流れは悪いですね。さあ、ゲインランド。肉体ぐらいも引けたんで、一旦、まあ肉体ぐらいで耐えていくという感じになりそうですね。さあ、研究机から、特目を追放していく。一旦特目を出してくる感じか。さあ、22トークンが出て、タップインから、まあ、とりあえず除去っていきましょう。まあ、あんまりトークンに除去は使いたくないんですけど、まあ、結局残ってたら死ぬため。で、まあ、力戦の束縛は基本的には、ピアナラー用に取っていきたいですね。ただ、ここ、婚礼の発表。まあ、一旦、肉体ぐらいで耐えるしかないかな。束縛をなんかここに使っちゃうと、多分負けるんで。いや、結局、相手のデッキの肝はピアナラーなんですよね。ピアナラーを除去れなかったら、多分もうはい、これですね。即負けしちゃうレベルなので、はい、ここはもう、先に追放しましょう。なるほど。一応これね、肉体ぐらいも除去ることができるという感じですね。まあ、スイルダンはこれ確定で除去られるんで、とりあえず殴っていきましょう。まあ、3点ゲインをしていきたいっていう感じですね。で、群れの渡りはもう打ってて OK ですね。ミレックスは、まあ、できれば、まあ、後で置きたいという感じなんですが、これ白マナでいいか。で、一応、まあ、ボスの冒涜者も出せる状況と。さあ、まずは殴ってくる。で、おそらくトークンを生贄に捧げて、3連火力を打ってくるかなと。はい。さあ、塔の天下を強約させて、火力を打ってくる。さらにスクライ1。スクライはトップへと。さて。さらに連の決意。トップは土地か。まあ、土地を伸ばしたいという状況ですね、確かに。さて。冒涜者もいますが、なるほど。一旦冒涜者出してもいいかな。もう、7マナ目を引いたら、もうアトラクサで、クリーチャーは止まっていくんで、さあ、冒涜者を切って、トークンをすべて破壊していくと。2マナカードで、いいですね。
さて、これで一応、一旦ね、すっきりした、状況になっていきますね。あとは、7マナ目を、引けるかどうか。さて、はい。ただ、相手がピアノラを持ってるかどうかですよね。持ってる。このターン3体出るか。これの発表がひっくり返っているため、ちょっと待ってよ。これちょっとやばいかも。冒涜者、切らん方が良かったな。さあ、さらにドルイド、速攻6点アタック。土地は引けたが、一旦アトラクサ出していくしかないですね。いや、さすがに、冒涜者、取っておくべきだったか。エターリからその除去を引くっていうのが理想的ではありますが、安定を取っていきましょう。さあ、アトラクサから、アラーライの進行はとりあえず引いていく。のど首もあるんで、次のターンにはとりあえず、ピアナラを除去っていくことはできますね。ただ、次のターンも2体トークンは出てくるんで、ちょっとしんどい展開にはなっていきますね。ディスカード土地でいいかな。8マナは多分使わなさそう。さて。冒涜者を切ったのが、ミスっぽいですね、これは。除去を引かれてしまう。アトラクサがこれで死亡するため、ブロッカーがいなくなる。これ、だいぶきついっすね。さあ、追加のトークンは3体出てきて。ただドルイド殴ってくる。これはドルイドブロックしましょう。冒涜者の能力でピアナラが除去れるので。さて、タフ4あるので、4マナ以上ですね。胸のあたりでいいか。さあ、能力で、ピアナラは除去っていく。ただこの状況、いや、一つのプレイングミスで、ほんとね、こうなりますよね。勝ち筋としては、アラーレの進行からかな。アラーレの進行で、とりあえず使い魔は確定で、使い魔から、冒涜者が、引ける。冒涜者出して、で、アラーラへの進行を即ひっくり返してからの、婚礼の発表破壊ですね。さあ、2ドロープラス、婚礼の発表を破壊と。さらに、肉体ぐらいを場に出して、で、肉体ぐらいをコピー。で、ライフゲインしたいんで、肉体ぐらいをでかくしていくと。なんとかなりそうだけど、どうだろうね。これで次のターンはとりあえず6点しか食らわないので、難しいね。ただ相手、忠義の特目を持ってるんで、割とね、フリーで殴れるんですよね。さて、6点はとりあえず確定の状況。ただ、開始に16点ゲインすることができるんで、結構まだワンチャンはありそうな気はしますね。さあ、まずはレンの決意。ドルイドがでかくなって、即走を引いていく。相手はおそらくこのターン、忠義の特目を置いてきたいという状況だと思うんで。さあ、ここは土地から、即走プラス特目かな。さあ、ドルイドもでかくなっていく。さて、いやー、だいぶしんどいね。特目出てきてから、上6点パンチ、残り2点まで。で、ドルイドは除去りたいんで、のど首打って、残り1点まで、
まあ除去やりますか。群れの渡りで3点ゲインするっていうのも、一つの選択肢ではありますね。さて、残り13点。土地。これ勝ち筋なんだ、マジで。とりあえず肉体ぐらいは殴らないとどうしようもないんで、肉体ぐらい殴って考えるか。さあ、まずは肉体ぐらい2体でアタック。1体はマスブロですね、相手。さあ、落としてくる？次のターンに、まあ倒せないもんな、確かに。倒せないのであればもう1体は落としていきたいという感じですね。いや、まだワンチャンありそうだな、全然。さあ、1-3交換取って、さらに16点ゲイン。残り17点。群れの渡りで行った場合は、どっちの方がいいんかな。群れの渡りで横並びして、次のターンフルパンしていけるようにするか、もしくはエターリで、特目除去を狙うか。まあ、アラーナへの進行とか、執念の特目でも当たりかな。いや、エターリの方がいい気がするな、なんか。群れの渡りかエターリか。いやー、ここマジで難しいな。エターリ、いきますか。さあ、エターリから、肉体ぐらい。なんともやな。まあまあ、でも、ハンコンがあるのは、でかい。お、束縛引く。これはいいですね。相手、特目が追放されるのがこれ確定なんで、殴ってこれない状況ですね。いや、ライフが詰められなくなるのは、かなりでかい。いや、これ逆転あるね、全然。相手ももう、6点以上のパンチは、マスブロのため。このターンに倒せないってなったら、こっちが逆にめちゃくちゃ有利になっていきますね。さて。ここは、殴ってくる。殴ってくるということは、特目引かれてる？もしかして。特目引いてないと、殴らんよな、おそらく。さあ、ドルイドから、まだ6マナある状況。いやー、持たれてる。これは、どうだ？いや、でも特目あったとしても多分こっちの方が有利なはず。さあ、1枚は追放して、いくんですが、ただこのターンアンタップはしていく。でけえ、44トークン。このターンにはさすがに勝てんよな。エターリひっくり返しても、しょうがない感じはある。いやー、めちゃくちゃ難しいな。冒涜者で、1体除去って、で、フルパンしていきますかね。さあ、ドルイドを除去ってからの、フルパン。まあ、3体これマスブロなんで、相手のトークンが3体減るって考えたら、まあ、かなり有利になっていく状況ではありますね。いや、というかこれあれか。勝ち角かな？肉体ぐらいが威迫持ってて、エターリがトランプル持ってるんで、どうブロックしても、6点は通りそうな気はする。さあ、ここで全部取っていく。オーケー。いや、いい試合だった。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。